はい、皆さんこんにちは。柴崎です。いつも私の動画を見てくれてね、本当にありがとうございます。実はこの動画でね、もう私100本以上のね、作品を皆さんに公開しています。もう本当にたくさんの国の方々がね、熱心に見てくれているんですけども、この動画の他に実はもう一箇所私の作品を見ることができるね、そういう場所があります。それがこのインスタグラムというね、この場所なんですね。この場所には、この動画で見れる作品、それ以外の私の絵も見ることも可能です。はい、そのねインスタグラムの見方なんですけども、ここにね矢印があるでしょ。このとこねちょっとタッチするだけです。それでもう簡単にインスタグラムに行くことができます。ぜひ見てくださいね。そのインスタグラムの中はもちろん私の絵が上げてあるんですね、アップしてあるんですけども、その他にこの動画を見てね、私の絵を元に、ご自分で皆さんがそれぞれ描かれた絵がそこにあって、それもね見れるんですよ。これはね素敵ですよ。私も見て大変驚きましたし嬉しいですね。皆さんのお仲間がこの動画を元に描かれた絵、それはたくさんの絵がねそこにアップしてあって見れるなんて素敵ですよね。見てくださいね。で、本当にこの動画やってよかったと思ってます。そういう中でね、私も少しでも皆さんたちの絵作りね、水彩画の描き方にお役に立ちたいと本当に願ってます。できるだけ分かりやすい動画作りに心がけているんですけども、どうでしょう。この前アップしたこれね、緑の作り方面白かったでしょ。あんな風にやってね色がたくさんできるんだ、そういう可能性ですね。それからこのひまわりですね、黄色色と青色、色の対比、こんなこともやっぱり水彩画には欠かせなかったというお話です。またこの頃はね、動画の終わりの時に今日使った色とか画材の説明もあげるようにしました。役立ってますか？画材というと、私ね気づきましたね。絵の中でほとんどこの筆一本で描いてるんですね。これこんなに太い20号の筆ですね。この筆、そうそう、筆といえばね、こういうのも画面なんか入ってますね。画材の置き方ですね。これはこういう順番になってるんですけども、これは私がねこっちの右の手でいつも筆を持って絵を描く、そういうタイプの人間だからこう置いてあるんですね。もしあなたが左の手が絵を描くのに得意な方は、この画材はそっくり左側に置くというようになります。で、こういう置いてあるもの、これもねちゃんと意味があるんですよ。お水とからウエスですね、布、そしてパレットです。お水はねここ3つあります。これ1つしかない人も時々いるんだけど、はダメです。どうしてもって方は2つ必要ですね。まずこうやって、絵の具をこう溶いて、いらなくなった筆をきれいに洗うためのお水が必要ですね。それから今度は絵の具を伸ばすために使う、今度はもう一つきれいな種類の水が必要です。まさかこうやって汚れてしまった水で絵の具を溶いてはダメですもんね。だからちゃんとこれにも意味があるんですよ。そしてこれはこうやって筆についたお水をコントロールするための大事な布です。このようにね、実は私の動画をじっくり見ると私が説明してないね、そういう内容も含まれてますね。この筆、20号の筆もただ私は塗ってるんじゃないですね。この筆1本で描いてるってことは
この筆をいろいろと使い分けていろいろなふうに工夫して使ってるということです。ちょっとやってみましょうね。例えばまずここにお水を持ってきたら、じゃあちょっとブルーを溶いてみましょうね。こうやって溶いて、そしてこの筆をとこう寝かす、こう横にする、横にしてこうやって幅広い面でこう塗ったりもしてます。それからさらにこれもっと寝かしてしまうとこんな風にもなるんですね。こんな風にも実は書いてるんですよ。そしてこの筆をもっとこう平らに、こんなナイフのようにしてしまうと、今度はもっとこう細くこう書くことができます。こうですね。ほら、一本の筆でも随分違うでしょ。こうやってね、実は筆を使い分けてます。こんなのをじっくりこう、私の動画ね見ることでだんだん分かってくる部分ですね。例えばこうやってほら、こんなふうに筆を使い分けて書き分けてるんですね。もちろん、ドライヤーで乾かしたりそんなこともしてます。もう筆もだから本当に使い方一つで面白いんですね。どんどん絵が変化してきます。こうやって大きく塗ると本当に筆の抑揚ですね。強く塗ったり弱くやったりすることで線に変化をつけられます。全然違うでしょ。こうですね。そして例えばグッとこう塗ったりするとなんかちょっとまた違う雰囲気になってきます。どうでしょう。こうやってタッチを生かす、こんなことでも違いますよね。ほら、一本の筆を使い分けるとこんなにことができるんだ。これも動画をですね繰り返してみる、そしてご自分でやってみる。またうまくできなかったら、じゃあ本当は私の動画の中ではこの筆使いをどうしているんだろう。ここまで着目してみるともっときっとね素晴らしい作品に向かうことができると思います。頑張ってやってくださいね。そういうもしかしたね素敵な作品がもっとインスタグラムにアップされることを希望します。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。